はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は8月16日にアナウンスされた Xbox ゲームパス配信予定のラインナップを紹介していきます。紹介する作品は海外配信の情報のためリリースが1日ずれる可能性があることと、日本では配信されていない作品もありますが、Xbox ゲームパスでは地域設定を変更することでコンソール、PC ともに日本では配信されていないほとんどの海外配信タイトルを遊ぶことができます。設定方法は概要欄に記載しておくのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは Xbox ゲームパスの紹介もまだ始めたばかりですので、紹介方法や分かりにくい部分もあるかもしれませんが、動画を作りながら少しずつ改善していくので、要望やクレームを含めコメントいただけたら嬉しいです。私のチャンネルでは Steam をメインに今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ってたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。コーヒートーク。異世界の喫茶店を舞台にコーヒーが紡ぐ物語。舞台は2020年架空の都市シアトル。エルフやオーク、人魚などファンタジー世界の種族が人間と共存している社会に住む人々の物語。プレイヤーは夜にひっそりと開く小さなカフェのバリスタとなって、ファンタジー世界に彩られたこの世界の住民の悩みを聞き、コーヒーと共に心のこもった会話をするアドベンチャーです。来店する人々の悩みは様々。外見的特徴や種族での文化の違い、種族を超えた恋愛の障害など、ファンタジー世界ならではの悩みを抱えてくる人たち。一筋縄ではいかないお客様の話をじっくり聞いて、望み通りの飲み物を提供することで、以降の物語の展開や結末が変化していきます。来店するお客様に提供する飲み物は、ベース材料、メイン材料、サブ材料、3つの材料で作成することができ、材料にミルクを用いた一部の飲み物で、ラテアートを自由に描くこともできます。続編のコーヒートークエピソード2、ハイビスカス&バタフライも来年の2023年リリース予定となっています。コーヒートークは8月16日配信、日本語対応の作品です。ミッドナイトファイトエクスプレス。最強の喧嘩屋を目指す爽快乱闘アクション。斜め見下ろし点で展開する本作は、ハイスピードでスタイリッシュな近接格闘アクションが魅力な作品です。戦闘の動きは武術やカンフーの動きを取り入れ、流れるようなテンポで複数の敵と大乱闘を繰り広げていきます。攻撃手段もカウンター攻撃だけでも150種類以上用意されており、そこら中にあるものを武器として使うこともできます。複数の戦闘システムが用意されている中、遭遇する敵にどういった戦術で挑むかはプレイヤー次第。繰り返し戦うことでレベルが上がり、新しい技を習得したり、キャラクターカスタマイズもできるみたいです。ミッドナイトファイトエクスプレスは8月23日配信、日本語対応予定の作品です。エクサパンクス。8月上旬にゲームパス入りしたかなりコア向けのプログラミングパズル、シンセンと同じ開発元によるハッキングをテーマにしたプログラミングパズル。物語の舞台は1997年の架空の世界。この世界では感染者の体をコンピューター化し、部品に変えていく奇病ファージが流行しており、病の進行を遅らせる薬は1日$700とかなりの高額で、一部の人々にしか手の届かない治療薬でした。主人公である元ハッカーのモスもこの奇病ファージに侵された一人で、在宅でのバイトを始めるも$700には遠く及ばず途方に暮れていました。そんな時、謎の AI エンバー2から1回のハッキングの対価として1日分の薬を提供するという話を打診され、モスは生きるたびに再びハッカーの道を進んでいくことになります。ゲームは PDF のリファレンスマニュアルを調べながら、エクサと呼ばれるハッキング用プログラムを使ってネットワークの破壊、ファイルの改ざん、銀行や政府へのハッキングなど様々な依頼を達成していきます。本作もシンセンと同様に実際にプログラミングコードを入力してゲームを進めていくシステムなので、人を選ぶゲームな印象です。本作は日本語に対応していないと思われますが、日本語に訳したリファレンスマニュアルが Steam にあるので、概要欄に URL を記載しておきます。
エクサパンクスは8月23日配信、日本語未対応予定の作品です。オプス星歌の響き。未知の惑星を探す少年と少女の旅を描く SF アドベンチャー。宇宙をテーマに描かれる評価の高いオプスシリーズ。儚くも美しい淡い世界観が特徴の本シリーズは、世界設定のみを共有しているので、前作をプレイしなくても楽しめる作品になっています。舞台となるのは未知の惑星龍脈に眠る膨大なエネルギーを求めて大国同士が争う世界。故郷への贖罪と一族の未来をかけて龍脈を探すリバクと龍脈を探す歌声を持つ巫女エイダの物語が描かれます。二人はあるトラブルがきっかけで運命的な出会いを果たします。歌声の力を借りて古の神話の謎を紐解いていく。果たして龍脈を見つけた先に何が待っているのか。オプス星歌の響きは8月25日配信、日本語対応予定の作品です。コマンドス3 HD リマスター。第二次世界大戦を題材としたリアルタイムストラテジー。6人で構成される特殊部隊コマンドスを指揮して連合軍を勝利へと導くため、過酷な戦場で極秘任務に挑みます。ゲームは美しく描かれた戦場を舞台に斜め見下ろし視点で展開し、グリーンベレーやスナイパー、公兵といった6人を操作して課せられたミッションの達成を目指していきます。6人の命知らずのコマンドたちはそれぞれが何らかの技術のスペシャリストであり、個々の能力を生かすことがミッション達成の重要なポイントになります。またグラフィックのリマスターだけではなく、難易度ルーキーの追加や操作の改善、チュートリアルトレーニングの追加など、初めてプレイするユーザーにも優しいゲーム設計になっているとのことです。コマンドス3 HD リマスターは8月30日配信、日本語対応予定の作品です。イモータリティ。失踪した女優の行方を追う実写アドベンチャー。実写を用いた作品で知られるハーストーリーやテリングライズなどを手掛けたクリエイターによる新作ミステリーアドベンチャーです。忽然と姿を消した女優マリッサ・マルセルと、なぜか公開されなかった3本の実写映画に隠された真実を追うストーリーが展開されていきます。詳細はわかりませんが、過去作と同様にマルセルが出演した3本の映画のアーカイブ映像を調査して、断片的な手がかりを少しずつ集め、謎を解明していくゲームシステム。トレーラーを見た感じでは実際に映画の映像を確認しながら、手がかりとなる映像の一部をクローズアップすることで、連想される新たな手がかりへと場面が移り、それを繰り返すことで点と点だった謎が紐解かれ、真実へと近づいていくといったゲームの流れではないかと個人的には思います。イモータリティは8月30日配信、日本語対応予定の作品です。イモータルズ・フェニックス・ライジング。ギリシャ神話をテーマにしたオープンワールドアクション。翼を得たばかりの主人公フェニックスとなって、ギリシャ神話の神々を闇の呪いから救うため、7つの地域を冒険し、アキレスの剣、オデッセウスの弓といった神々から授かる特別な力を使い、ギリシャ神話最強の巨人であるテュポンを打ち倒し、世界の秩序を取り戻す物語。ダイナミックなアクションが特徴の本作は、ダッシュや二段ジャンプなどで駆け回ったり、斬撃のコンボを繰り出す近接戦闘はもちろん、空を飛んでの空中戦も展開します。戦闘時にはタイミングよくガードを押すことでパリーができ、タイミングよく避けると敵がスローになったりと、いろんなバトル要素が詰め込まれています。本作にはレベルや経験値といった概念はなく、広大なマップを旅して、様々な神から授かるスキルを覚えて主人公を成長させていくシステムです。ギリシャ神話をテーマにした作品ですが、グラフィックもポップでストーリーもコミカルに描かれており、爽快な戦闘とともにカジュアルに遊べる作品です。ちなみに本作は Steam からはリリースされていません。イモータル・フェニックス・ライジングは8月30日配信、日本語対応予定の作品です。タイニーキン。ピクミンライクなパズルアドベンチャー。本作の主人公は遠い未来、
イージスと呼ばれる惑星で人類の起源を研究する大学教授兼考古学者であるミロデイン。様々な遺物や化石などを研究してきた彼の結論は、人類が誕生した星はイージスではなく他の星だと確信。研究により銀河から発せられる人類由来の信号を発見したミロデインは、人類の起源を明らかにするために信号を発信している謎の惑星へと向かいます。惑星に到着したミロデインが目にしたものは我々が地球と呼んでいる世界。さらにミロデインの体はミニチュアサイズとなって、住んでいる住人もアリやカメムシといった喋る昆虫たちと不思議な生物タイニーキン。ミロデインは昆虫たちと協力してこの奇妙な世界を脱出するための装置を作ることになるという物語。ゲームはリビングやバスルームといった家の中が舞台となっており、アクション要素をメインに色とりどりの卵から出現する何十匹ものタイニーキンを引き連れてゲームは展開していきます。それぞれの色ごとに能力の違うタイニーキンを使って様々なパズルの謎を解き、脱出装置に必要な部品を集めていきます。またゲームを進めていくことでミロデイン自身もバブルパックで一定時間空中に浮くことができたり、石鹸を使ったソープボードでグラインドができるようになります。各部屋では様々な昆虫たちが生活しており、彼らが抱えている問題を解決していくことで、脱出への手がかりや人類の謎が少しずつ明らかになっていきます。果たしてミロデインは奇妙な昆虫たちが住むこの惑星で人類の起源を見つけ、脱出することはできるのでしょうか。タイニーキンは8月30日配信、日本語対応予定の作品です。はい、今回は8月16日にアナウンスされた Xbox ゲームパス配信予定のラインナップを紹介しました。8月31日に配信終了となる作品は、エリートデンジャラス、ハデス、ミスト、NBA 2K22、シング・オブ・ザ・ソジャーナー、スプリット・フェアラー、12ミニッツ、2ポイント・ホスピタル、What Remains of Edith Finch、ワールド・オー Z、以上の10作品となります。今後も Xbox ゲームパスの作品を紹介していきますので参考にしていただければ嬉しいです。私のチャンネルでは Steam をメインに今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。